無限に広がる広大な草原。ハラハラドキドキの深海ステージ。神秘の空中神殿。ソニック初期の 2D シリーズには、とても個性的で魅力あふれるステージが多数登場します。これらは全て30年以上前に作られたステージですが、今でも十分通用するくらい、完成度の高いステージばかりです。中には 3D ソニックに入ってからも何度もリメイクされ、シリーズ定番になったステージもあるぜ。そんなソニック初期の素晴らしいステージたちの中で、最も面白いのはどれなのか。この動画では、ソニック初期の4作品、ソニック1、ソニック CD、ソニック2、ソニック3&ナックルズに登場するステージの中から、私 KT が特に面白いと思うステージを10個選出。そしてそれらを、爽快感、手軽さ、仕掛けの面白さ、ステージの雰囲気、BGM の5つの観点からランク付けし、2D ソニック神ステージランキングを作っていきたいと思います。一体どのステージがランクインしているか、最後まで見逃し厳禁だぜ。皆さんが好きなステージは入っているのか、ぜひ注目していただければと思います。なお今回のランキングは、私 KT の独断と偏見で作成したランキングになりますので、その点だけご了承ください。それでは、早速始めていきましょう。第10位は、ハイドロシティ。ソニック3&ナックルズの第2ステージです。水中の大迷宮を、全速力で駆け抜けろ。このハイドロシティは、とにかくそのスピード感が半端ないです。これ以前の水中ステージは仕掛けの量も多く、じっくり攻略していくことが多かったのですが、このハイドロシティはその真逆。坂道やダッシュの仕掛けがたくさんあるので、ものすごいスピードを出すことが可能です。これまで散々苦しめられてきた水中ステージを、一気に駆け抜ける爽快感、たまらんな。一方でこのハイドロシティは、それ以外の項目はあまりパッとしない印象です。まずこのステージは広さがとんでもないので、スピード感こそ抜群なんですが、なんだかんだ攻略に時間がかかります。またスピードを出せない場所では従来の水中ステージと同様かなり動きづらい仕様になっているので、手軽さは低めの評価としています。さらに、スピード感があるがゆえにステージ構成もかなり単調なので、仕掛けを解いていく面白さもあまりないですね。雰囲気についても、水中パートが多いことから基本暗めで色味もあまりないので、低めの評価としています。一方で BGM はかなりかっこいいので、高めの評価としています。良くも悪くもスピードに全振りって感じだな。個人的な好みもありますが、やっぱりスピードを出すなら明るめのステージの方が気持ちよくて好きですね。第9位は、ミスティックケイブ。ソニック2の第6ステージです。暗く怪しげな洞窟ステージだぜ。このステージは10位のハイドロシティとは打って変わって、仕掛けが満載のステージになっています。そのため爽快感はあまりなく、攻略するのも結構難しいです。ですがこのミスティックケイブは、その仕掛けを解いていくのがめちゃくちゃ面白い。ツタに捕まって道を開いたり、動く足場をうまく伝って進むなど、普通のアクションゲームとしてめちゃめちゃ楽しめます。こういったじっくり進んでいくステージも、2D ソニックの醍醐味だぜ。またこのミスティックケイブは、ステージの雰囲気もピカイチです。全体的に暗めのステージになっていて、至る所にあるツタ焼き、紫の背景などはまさにミスティックケイブ。不思議な洞窟というイメージにぴったりのデザインです。暗いけど意外と色味もあるのも注目ポイント。ツタの緑、木材のオレンジ、背景の紫のコントラストがいい感じに映えてるぜ。スピード感がないこともあって、ソニック2の中ではマイナー寄りのステージですが、とにかく世界観の作り込みが素晴らしい。個人的にかなり好きなステージですね。第8位は、パームツリーパニック。ソニック CD の第1ステージです。時間を超越した大冒険の始まりだ。このパームツリーパニックは、とにかくスピードが出しやすいステージです。このソニック CD にはタイムワープというギミックが搭載されていて、パストやフューチャーと書かれたパネルに触れた後に一定時間拘束状態を維持すると、そのパネルに対応した時代にワープすることができます。そのため今作のステージは全体的にバネや坂道などが多く設置されていて、スピードを出しやすい構成になってるんですね。そしてその中でも、第1ステージであるパームツリーパニックは難易度も抑えめで、特にスピードが出しやすい。今作の魅力を存分に味わえる素晴らしいステージです。敵もそんなに多くないから、本当に気持ちよく走り回れるぜ。また BGM と雰囲気も非常に明るいので、遊んでいてすごく楽しいステージです。さらに今作には、過去の時代でイップマンの装置を破壊すると、未来のデザインが変化するという仕掛けが施されています。現代のステージでとにかく走り回るもよし、過去や未来のステージに飛んで色々な雰囲気を楽しむもよし、過去でイップマンの機械を壊し、未来の世界を救うもよし、一つのステージで色々な遊び方ができるので、遊び応えも抜群ですね。
このソニック CD はソニック初期の傑作と呼ばれたりもするけど、改めて素晴らしい作品だってことがよくわかるな。第7位は、グリーンヒル。初代ソニック・ザ・ヘッジホッグの第1ステージです。ここから伝説が始まった。爽やかな草原を駆け抜けるグリーンヒルは、ソニックの始まりにふさわしい神ステージです。このグリーンヒルは第1ステージということもあり、えげつない敵や仕掛けはほとんどありません。そのためプレイしていて非常に爽快感がありますし、とても気軽に遊ぶことができます。一方で仕掛けの面白さはあまりありませんが、手軽さと爽快感を売りにしたステージなので、そこまで気にならないですね。雰囲気もしっかり作り込まれていて、色鮮やかな草花や青空、きらびやかな海など、とても爽やかで気持ちいいステージに仕上がっています。シンプルだけどめちゃめちゃ完成度が高いステージだぜ。そして極めつけは、ソニックといえばこの曲と言っても過言ではない、ステージ BGM。ドリカムの中村雅人さんが作曲したこの曲は、爽やかなグリーンヒルにぴったりの明るく楽しい楽曲。この曲を聴いただけで思わず走り出したくなるよな。シリーズを代表する神曲だぜ。第6位は、エメラルドヒル。ソニック2の第1ステージです。テイルスと冒険する初めてのステージ。このエメラルドヒルというステージは、7位のグリーンヒルと非常に似た構成になっています。綺麗な草原を駆け抜ける爽快感。第1ステージならではの手軽さ。そして、仕掛けはあまりないものの雰囲気はバッチリな点など、グリーンヒルとの類似点がとても多いですね。敵の見た目もなんとなく似てるぜ。一方で、グリーンヒルとかなり違っているのは、ステージ BGM。明るく楽しい曲調だったグリーンヒルとは違い、このエメラルドヒルの BGM は少しゆったりめで、大人な雰囲気を醸し出しています。ところどころ哀愁が漂うフレーズもあって、個人的にかなり好きなステージ BGM です。この BGM がグリーンヒルより好みだったので、今回のランキングではグリーンヒルより一つ上の、6位にランクインさせました。第5位は、スターライトゾーン。初代ソニック・ザ・ヘッジホッグの第5ステージです。ゲーム後半の癒しステージ。このステージは初代ソニック・ザ・ヘッジホッグの後半に出てくるステージですが、他の後半ステージに比べると難易度は優しめで、非常に楽しいステージです。まずステージ全体がスピードを出しやすい構成になっているので、遊んでいてすごく爽快感があります。後半ステージなのでそこそこ厄介な敵や仕掛けがあったりしますが、それもそこまで数は多くなく、適度にやりごたえを感じる絶妙なバランスです。爽快感がありながらも、後半ステージらしく手応えもある神ステージだぜ。そして何よりこのスターライトは、雰囲気が素晴らしい。背景に映る夜空や夜景。そしてこの、夜の静けさを連想させるゆったりとした曲。この二つが相まって、非常に癒される雰囲気を醸し出しています。この曲は東京オリンピックの入場曲にもなってたな。どことなくおしゃれな感じがするものまたいい。今作にはこのスターライトの一つ前に、ラビリンスゾーンという超極悪ステージが立ちはだかっています。そこで心身ともにボロボロにされてからのこのスターライトゾーンなので、余計にいい印象が残っていますね。第4位は、スターダストスピードウェイ。ソニック CD の第6ステージです。めちゃくちゃ賑やかな夜のステージ。さっきのスターライトゾーンが静かな夜の街だったのに対し、こちらのスターダストスピードウェイは、とにかくきらびやかな夜の街。スターライトが夜景の見えるバーだとしたら、こっちはエネルギッシュなクラブみたいなステージだな。ステージの至るところからスポットライトが照射され、ステージの足場も金色に輝いています。後ろの夜景もやたらギラついてますね。そんなスターダストスピードウェイは、とにかく爽快感があるステージです。ソニック CD はスピードを出しやすいステージが多いと言いましたが、その最たるステージがここですね。放っておいても勝手に速くなるので、これぞソニックといったステージです。ただ速すぎて制御するのが難しいので、結果的に難易度はそこそこ高くなってしまっています。またステージ構成がかなり複雑なので、なかなかゴールまでたどり着けなかったりもしますね。ですがそれを補ってあまりあるくらい、爽快感と雰囲気が素晴らしいステージなので、気に入っている方も多いのではないでしょうか。BGM がノリノリで楽しい。ステージの雰囲気ともバッチリ合ってますね。またこのステージの最後には、ソニックのライバル、メタルソニックとのレース対決が待っています。この決戦がまためちゃくちゃ楽しいので、このスターダストスピードウェイというステージは私の中でかなり上位の神ステージです。いよいよトップ3の発表です。
第3位は、フライングバッテリー。ソニック3&ナックルズの第8ステージです。エップマンの巨大艦隊を縦横無尽に駆け巡れ。このステージを語る上でまず外せないのは、めちゃくちゃかっこいいステージ BGM。この曲本当に大好き。イントロ聞いただけで鳥肌が立ってくるような、素晴らしい神曲です。最初から最後までずっとかっこいい。そしてこの曲に合わせるかのように、このフライングバッテリーにはスピードを出せる箇所がいくつも用意されています。この神曲を聴きながらハイスピードで駆け巡る。それだけでもう半端なく楽しい体験になりますね。一方でこのフライングバッテリーは、意外と仕掛けも満載。例えば空中の足場を進む箇所や天井を伝っていく箇所など、じっくり進んでいく場面も多いです。スピードを出せる場所は一気に駆け抜けて、このような仕掛けがある場所は慎重に進む。そんなメリハリのあるプレイが求められるので、いい意味でやりごたえのあるステージです。その分少し難易度は上がってしまっていますが、このフライングバッテリーはゲームの後半に登場するステージなので、むしろある程度手応えがある方が楽しめるというものです。最後に雰囲気についてですが、このフライングバッテリーはエップマンの艦隊の中を進んでいくステージなので、ステージ全体を通して背景が地味めです。さらにこの背景も変わり映えしないので、雰囲気については真ん中の評価としています。めちゃくちゃ簡単ってわけではないけど、ある程度ソニックに慣れてきた人にとってはちょうどいいくらいの難易度。加えてこの神 BGM を聴きながら遊べるなんて、こんなの楽しくないわけないぜ。間違いなく、ソニック3&ナックルズで3本の指に入る神ステージだと思います。第2位は、ソニック3&ナックルズより、スカイサンクチュアリ。空中に浮かぶ神殿ステージで、宇宙に逃げたエップマンを追いかける際に通過します。このステージでまず目を引くのは、綺麗な青空と美しい神殿のコントラスト。一つ前のステージが暗めだったこともあり、始まった瞬間目を奪われます。こんな雰囲気のステージあんまりないから、かなり印象に残ってるぜ。いろんなゲームでリメイクされてきているので、見たことある方も多いでしょう。ソニックシリーズを代表するステージの一つですね。それでは、そんなスカイサンクチュアリを少し細かく見てみましょう。まず爽快感について。このステージはゲームの終盤に登場しますが、ステージの構成がシンプルなので、意外と気持ちよく走ることができます。このようなスピードを出しやすい仕掛けも用意されているので、かなり爽快感がありますね。続いて手軽さについて。このスカイサンクチュアリは終盤ステージの割に、あまり難易度は高くないです。さっきも言ったようにステージ構成はシンプルですし、敵の数も少なめになっていますね。下手な序盤のステージより優しめだと思うので、手軽さは高めの評価としています。続いて仕掛けについて。スカイサンクチュアリには色々な仕掛けが用意されていて、それらが見ないアクセントになっています。例えば乗るとバウンドする雲だったり、ワープ装置。さらには、道中でソニック1や2のボスをモチーフにした敵と戦えたりもします。こういった数々の仕掛けのおかげで、このスカイサンクチュアリはシンプルでありながらも、非常に遊び応えのあるステージになっていますね。続いて雰囲気ですが、こちらは最初にも言った通り、青空と神殿のコントラストが非常に映える、素晴らしい雰囲気です。最後に BGM です。スカイサンクチュアリの BGM は全体的に明るめですが、随所に神殿の神々しさ、荘厳さなどが感じられる曲になっています。一度聴いたら忘れられないくらい印象的で、パワーのある BGM だと思いますね。爽快感や仕掛けがすごくちょうどよく、さらにそれらを空中神殿というモチーフで綺麗にまとめ上げた傑作だぜ。間違いなく、2D ソニックシリーズ屈指の神ステージと言えるでしょうね。2D ソニック神ステージランキング。栄えある第1位は、ソニック3&ナックルズより、アイスキャップです。アイスキャップきたー。アイスキャップはソニック3&ナックルズの第5ステージで、ソニックたちが氷山を駆け回ります。このステージは、いろんな要素がハイレベルな孫うことなき神ステージ。まず爽快感についてですが、このアイスキャップは、なんと初っ端からスノボパートが始まります。この演出本当に最高。実はこれ、ソニックシリーズで初めてのスノボパートなんですね。そんな事情も相まって、スタートからがっしり心をつかまれた人も多いかと思います。正直これだけで爽快感マックスではあるんですが、このアイスキャップにはその後もスピードを出せる箇所が多数存在。よって爽快感については、文句なしの高い評価としています。ちなみにソニック以外で遊んだ時は、このスノボパートが出てこないから注意だぜ。続いて手軽さについてです。このステージはそこまで難しいステージではありませんが、一部に無限ループする箇所があったり、ステージオブジェクトにバネが隠されているなど、ちょっと意地悪な構成があったりします。そのため手軽さについては真ん中の評価。続いて仕掛けについては、先ほどのスノボパートをはじめ、めちゃくちゃ楽しいギミックの連続です。例えば氷の塊に乗って先に進んだり、つららを落として先に進んだり、めちゃくちゃ高く飛べるバネがあったりと、いろんな楽しい仕掛けが数多く設置されています。よって仕掛けについては高い評価としています。続いて雰囲気について。
降り積もった雪や氷の洞窟の描写などは、とても30年前のゲームとは思えないほど、綺麗で美しいです。個人的に氷タイプ全般が好きというのもありますが、その美しさはプレイした人々を魅了すると思いますので、雰囲気も高い評価としています。最後に BGM です。アイスキャップの BGM も、孫うことなき神 BGM。スタイリッシュでかっこいい曲調ながらも、少し神秘的な響きも感じます。綺麗で神秘的な氷の洞窟にぴったりな BGM です。この曲いつまでも聴いてられる。ただ残念なことに、ソニックオリジンズに収録されてるアイスキャップでは、BGM が違う曲になってるぜ。これは本当に残念なところです。この曲も含めてアイスキャップが神ステージだと思っているので、今からでも DLC で追加されないかな。以上、2D ソニック神ステージランキングでした。2D のステージはどれもめちゃくちゃ完成度が高いアクションステージだから、アクションゲームが好きな人はぜひ挑戦してみてほしいぜ。今ならソニックオリジンズやソニックオリジンズプラスを買えばどのステージも簡単に遊べるので、この動画を見て興味が出た方は、ぜひ遊んでみてください。また、皆さんの思う神ステージもコメントで教えていただけると嬉しいです。たくさんのコメント待ってるぜ。それでは、次の動画でお会いしましょう。